オーストラリアの話です。シドニーに来て、3日目の夜のことでした。時刻は午前3時。眠れなくて、ふと洗面台の前に立ちました。鏡の中の自分を、ぼんやりと見つめていました。その時です。気づいてしまいました。自分の肩の上に、顔があったんです。小さくて、白くて、こちらをじっと見下ろしていました。息が止まりました。声も出ませんでした。ただ、その顔は笑っていました。口だけが、静かに動いていました。何かを言っているようでした。でも音は、何も聞こえませんでした。慌てて振り返りました。誰もいませんでした。部屋の中は、静まり返っていました。もう一度、鏡を見ました。まだいました。同じ場所に、同じ顔が立っていました。こちらをじっと、見つめたまま、鏡の中にだけ、その存在はいたんです。現実の空間には、何も映っていないのに、鏡の世界だけに、確かに存在していました。この夜を境に、毎晩同じ時間に、それは現れるようになりました。午前3時ちょうど、1分も狂わずに、シドニーのAirbnbで過ごした、その恐怖の日々が始まった瞬間でした。なぜその場所に現れたのか、なぜ私だけに見えたのか、その答えは、私の日常の中に、すでに隠されていました。配達です。現実の空間には、何も映っていないのに、鏡の世界だけに、確かに存在していました。この夜を境に、毎晩同じ時間に、それは現れるようになりました。午前3時ちょうど、1分も狂わずに、シドニーのAirbnbで過ごした、その恐怖の日々が始まった瞬間でした。なぜその場所に現れたのか、なぜ私だけに見えたのか、その答えは、私の日常の中に、すでに隠されていました。少し、時間を巻き戻させてください。あの夜より、少し前のことを、私はごく普通の会社員です。特別な霊感があるわけでも、階段が好きなわけでもありません。毎朝7時に起きて、通勤電車に揺られて、夜には疲れて眠る。そんな、どこにでもいる人間です。2026年の3月、私は長年の夢だったオーストラリア旅行を決意しました。仕事が一段落したタイミングで、思い切って1週間の休みを取ったのです。目的地はシドニー、オペラハウス、ハーバーブリッジ、青い空と透き通った海、雑誌で何度も見たあの景色を自分の目で見たかった。それだけのシンプルな動機でした。宿泊場所は友人に勧められた Airbnb にしました。ホテルよりも安く、現地の暮らしに近い雰囲気が味わえると聞いたからです。予約サイトで見つけた物件は、シドニー中心部から少し離れた静かな住宅街にありました。写真で見る限り、清潔感があって、広くて、申し分ない部屋でした。レビューの評価も高く、不安要素は何一つありませんでした。現地に着いた初日は、本当に楽しかった。観光地を歩き回って、地元のカフェでコーヒーを飲んで、夕暮れの港を眺めた。疲れ果てて部屋に戻り、シャワーを浴びて、すぐに眠りにつきました。異変が起きたのは、滞在2日目の夜のことでした。異変が起きたのは、滞在2日目の夜のことでした。その日も観光で歩き疲れて、夜の11時頃には部屋に戻っていました。ベッドに横になって、スマートフォンをいじりながら、そのまま眠るつもりでいました。最初に気づいたのは、匂いでした。花のような、でも少し腐ったような、不思議な甘さのある香りが、ふわっと鼻をかすめたのです。窓は閉めていました。換気扇も動かしていませんでした。どこから来るのか、全くわかりませんでした。でも、その時はまだ気にしませんでした。古い建物だし、もしかしたら壁の中か、排水溝からかもしれない。そう思って、そのまま目を閉じました。次に気づいたのは、寒さでした。シドニーは3月でも夜は冷える。でもその夜の冷え方は、少し違いました。部屋の一角だけが、急に冷たくなる感じがしたのです。エアコンは止めていました。それなのに、首の後ろだけがひんやりとしていました。鳥肌が立ちました。それでも、まだ、気のせいだ、と思っていました。旅の疲れで、感覚が過敏になっているだけだと、自分に言い聞かせるように、布団を肩まで引き上げて、また目を閉じました。しかし、今度は音がしました。廊下の方から、何かが床を踏む、かすかな音が聞こえてきたのです。足音とも呼べないほど、小さな音でした。でも確かに、何かが動いていました。私はゆっくりと目を開けました。そして、
なんとなく、部屋の隅にある姿見の方へ、視線を向けてしまったのです。次の瞬間に見たものが、この話の本当の始まりでした。姿見に、視線が吸い寄せられました。最初は、何も変わらないように見えました。自分の姿が、薄暗い部屋の中に映っているだけでした。でも、よく見ると、何かが違いました。鏡の中の自分の、肩のあたり、そこに、何かがいました。背後から、私の肩越しに、こちらを覗き込んでいる顔がありました。私は息を止めました。体が、石のように固まりました。目を動かすことも、声を出すことも、できませんでした。鏡の中の顔は、じっとこちらを見ていました。表情は、はっきりとはわかりませんでした。でも、確かに目がありました。そしてその目は、私をまっすぐに見つめていました。何秒経ったか、わかりません。私はゆっくりと、振り返りました。誰もいませんでした。部屋には私一人しかいませんでした。ドアは閉まったままでした。窓も、鍵がかかっていました。どこにも、入れる隙間はありませんでした。もう一度、鏡を見ました。そこには、私一人が映っているだけでした。気のせいだったのか、疲れていたのか、自分に言い聞かせようとしました。でも、体の震えが、止まりませんでした。あれは確かに、見ていました。私のことを、じっと見ていました。その夜は、もう眠れませんでした。朝が来るまで、ずっと壁を背にして、鏡から目を離さずにいました。しかし翌晩、それはまた現れました。今度は、最初の接触が始まろうとしていました。翌晩も、同じ時間に目が覚めました。午前3時。ちょうど3時でした。まるで誰かに起こされたかのように、パッと目が開きました。体は動かせましたが、なぜか足が自然と、あの鏡の方へ向いていました。見てはいけない。そう思いながらも、視線が吸い寄せられました。鏡の中に、また、いました。昨夜と同じ場所に、同じように立っていました。しかし今夜は、違いました。昨夜はぼんやりとした輪郭だけでした。でも今夜は、顔がはっきりと見えました。目も、鼻も、口も、そして、その目が私をじっと見ていました。私は息を飲みました。逃げようとしました。でも足が動きませんでした。ただ、鏡の中の目と、目が合い続けていました。どれくらいの時間が経ったのか、わかりません。その時でした。音が聞こえました。声、でした。低く、かすれた。人間のものとは少し違う声でした。でも確かに、言葉でした。私の名前でした。部屋の誰かが私の名前を呼んだのです。振り返りました。誰もいませんでした。もう一度鏡を見ました。その存在は、まだそこにいました。そして口元が、わずかに動いていました。もう一度、聞こえました。私の名前が、足の感覚が消えました。声も出ませんでした。ただ立ち尽くして、鏡の中の存在と向き合うことしかできませんでした。それは私を、知っていました。名前を知っていた。ということは、ただの幻ではありませんでした。そしてその夜を境に、存在は鏡の中だけに止まらなくなっていきました。その夜から、何かが変わりました。空気が、違いました。部屋の温度ではありません。もっと深いところ、皮膚の内側が、ざわつくような感覚です。朝になっても、その感覚は消えませんでした。シャワーを浴びようとしました。浴室の鏡が、曇っていました。指で拭きました。そこに映る自分の顔は、普通でした。でも、一瞬だけ、ほんの一瞬だけ、その背後に何かが見えた気がしました。振り返りました。誰もいませんでした。気のせいだと思いました。そう思うしかありませんでした。昼間は、何も起きませんでした。シドニーの街を歩きました。人がいました。太陽がありました。普通の世界でした。でも、どこかおかしかった。視線を感じるのです。後ろから誰かに見られているような。立ち止まって振り返っても誰もいない。それでも視線だけが残る。まるで影のようにずっとついてくる。カフェに入りました。窓際の席に座りました。コーヒーを注文しました。ふと窓ガラスに目をやった時、自分の反射の隣にもう一つの輪郭が見えました。心臓が止まりそうでした。すぐに窓の外を確認しました。通行人がいるだけでした。でも窓ガラスの中には、確かに何かがいました。もう鏡の中だけではありませんでした。反射するものすべてが、危険になっていました。スマートフォンの画面。
店のショーウィンドウ、水面、あらゆる反射の中に、その存在が潜んでいるような気がしてなりませんでした。夜が来るのが、怖かった。でも夜は来ました。また午前3時が近づいていました。そして私はまだ、その部屋にいました。そしてついに私は、考え始めました。これは何者なのか、なぜ私なのか、その答えを求めたとき、あの存在の正体が、少しずつ見えてきたのです。その答えを求めて、私は動き始めました。まず、スマートフォンで宿泊先の住所を調べました。シドニーの、その古いアパートメントの歴史を、IMG、深夜、スマートフォンの画面を見つめる人物のクローズアップ。検索結果に、一件の古い記事が引っかかりました。地元の小さなニュースサイトに掲載された、10年以上前の記事でした。その部屋で、かつて一人の女性が亡くなっていた。深夜に一人で、誰にも気づかれないまま、IMG、古い建物の外観、薄暗い廊下、記事には、詳しいことは書かれていませんでした。でも、亡くなった日付が目に飛び込んできた瞬間、全身の血が冷えました。その日付は、毎晩あの存在が現れていた時間帯と、完全に一致していたのです。午前3時、IMG、古びた鏡に映る部屋、人影がうっすらと見える。ではなぜ、私なのか、その疑問は消えませんでした。私はシドニーに来たばかりの旅人です。その女性と接点など、何一つありません。しかし、ある一つのことに気がつきました。Airbnb の予約履歴を見返したとき、私の名前の前に予約をしていた人物がいました。その人物が、キャンセルをしていました。その前の人物も、キャンセルしていました。さらにその前も、IMG、スマートフォンの画面に並ぶキャンセル履歴。誰もが、その部屋から逃げていた。私だけが、気づかずに泊まり続けていた。あの存在は、部屋に縛り付けられていたのではないかもしれません。ただ、誰かに気づいて欲しかっただけなのかもしれません。自分がそこにいたことを、自分が消えたことを、だとすれば、次の夜は、最後の夜になるはずでした。そして私は、もう逃げないと決めました。最後の夜、私は部屋の電気を全部消しました。鏡の前に、一人で座りました。時計の針が、深夜3時に近づいていく。心臓の音が、耳の中で響いていました。あの存在が現れるとすれば、今夜も同じ時間のはずです。私は逃げないと決めていました。でも、体は正直でした。手が震えていました。呼吸が、うまくできませんでした。午前3時ちょうど、鏡の中に、暗闇が広がりました。最初は何も見えませんでした。ただの暗い部屋が映っているだけ。私は息を殺して、じっと見つめ続けました。その時、私の肩の上に、何かが現れました。輪郭が、ゆっくりと浮かび上がってきました。顔でした。確かに、顔でした。目が、合いました。鏡の中のその存在と、はっきりと目が合ったのです。今までとは違いました。これまでは、ただ立っているだけでした。でも今夜は、違いました。その顔が、かすかに動いたのです。口が、何かを言おうとしているように見えました。音は聞こえませんでした。でも、唇の形は読めました。ここにいた、そう言っているように見えました。私の目から、涙がこぼれていました。恐怖ではありませんでした。悲しみでした。その存在は怒っていませんでした。ただ、誰かに気づいて欲しかっただけでした。自分がそこで生きていたことを、自分が消えてしまったことを、私は鏡に向かって、声に出して言いました。あなたのことは、わかりました。その瞬間、鏡の中の顔が消えました。静かに、跡形もなく、部屋の空気が、ふっと軽くなった気がしました。翌朝、私は荷物をまとめました。あの部屋での最後の夜は、そうして終わりました。でも、その後に起きたことは、また別の話です。あの部屋を出た朝のことを、今でも鮮明に覚えています。荷物をまとめながら、私の手は少し震えていました。怖かったからではありません。何か、大切なものに触れてしまった後のような、あの感覚です。Airbnb のホストには、何も言いませんでした。体調が優れなくて、と、ただそれだけ伝えました。真実を話しても、信じてもらえる気がしなかったから、タクシーに乗り込んで、窓の外を流れるシドニーの街を眺めながら、私はずっと考えていました。あの顔は、誰だったのか、なぜ私だったのか、なぜあの鏡だったのか、答えは、
今もわかりません。でも、一つだけ確かなことがあります。あの体験の後、私は以前とは少し違う人間になりました。街を歩いていると、古い建物の前で立ち止まることが増えました。誰かがそこで生きていたのだと、そう感じるようになったのです。見えないものが、見えないままでいいとは、もう思えなくなりました。日本に帰国してからも、しばらくの間、夜中に目が覚めることがありました。時計を確認するたびに、針は決まって午前3時を指していました。偶然かもしれません。でも、私にはそう思えませんでした。鏡を見るとき、今でも一瞬、躊躇します。反射の向こうに、何かいるのではないかと。そしてもし今も、あの部屋に誰かが泊まっているなら、その人は気づいているでしょうか。自分の背後に、静かに立っているものの存在に、この話には、まだ続きがあります。帰国後、私が調べて分かったこと、あの部屋の、本当の過去について、帰国してから、私はあの部屋のことを調べ始めました。Airbnb のレビューを遡ると、不思議なことに気づきました。ある時期から突然、レビューが途絶えていたのです。その空白の期間、何があったのか、誰も語っていませんでした。さらに調べると、その建物にはかつて、長期滞在していた住人がいたことが分かりました。その人物は、ある夜を境に、忽然と姿を消したといいます。理由は、今も不明のままです。あの鏡に映っていたものが、何だったのか、私には、もう確かめる勇気がありません。ただ一つだけ言えることがあります。今でも夜中に目が覚めると、ふと背後が気になります。振り返ることが、できない夜があります。鏡のある部屋では、今も眠れません。あなたも、もし夜中に鏡を見るときは、その反射の向こうを、じっくりと見つめないでください。そこに映っているものが、本当に自分だけとは、限らないのですから。